こんにちは。6月15日に発売となったコルグ NTS3 カオスパッドを購入いたしました。お値段22,000円。今年の1月に発表されて、欲しいな、5月のライブで使いたいなと思っていたんですけれども、結局発売まで半年ぐらいかかりまして、5月のライブでも使うことができなかった。でもとりあえず買いました。島村楽器横浜ビブレ店さんが唯一入荷した1個だけの在庫を私に売ってくれた。島村楽器横浜ビブレ店さんありがとうございます。コルグ NTS というシリーズは小型の組み立て式音楽機材ですでに NTS1、NTS2 というものがあります。ただ NTS1 はシンセ、NTS2 はオシロスコープ、NTS3 はエフェクター。島村楽器さんの分類ではこいつは DJ エフェクターとなっていたので多分これは DJ エフェクターなんだと思います。で、カオスパッドというのはコルグ自慢の XY のパッドによるコントロール。この四角の中を指でなぞることで2つのパラメータを同時に操作できるという便利なものです。例えば、今ビートを鳴らしてます。ここをこのようにローパスフィルターのフリークエンシーとレゾナンスを同時に1本の指で操作できるってことです。今だったら X 軸がフリークエンシーで Y 軸がレゾナンスでした。で、これマルチエフェクターなんで、あなたのお好きなエフェクトのセットをここに組んで、お好きなタイミングでこの XY パッドをお触りして、どうぞフロアを熱狂させてくださいなという機材です。内蔵されているエフェクトを一通り見ていきます。まずローパスフィルター。で、バンドパス。ハイパス。EQ。アイソレーター。コーラス。アンサンブル。フランジャー。フェイザー。トレモロ。オートパン。ディレイ。ピンポンディレイ。ハイパスのディレイ。テープエコー。ホールのリバーブ。ルームリバーブかな。スペースリバーブ。とかライザーリバーブ。これはね、ピッチが上がってくリバーブ。それからサブマリンリバーブ。これは逆にピッチが下がってくリバーブですね。次ルーパー。次グレインシフター。バイナルブレイク、これも面白いね。
チシフター、リングモジュレーター、デシメーター、ビットリダクション系のエフェクトですね。ソフトクリップ、歪み系ですね。ハードクリップ、サインフォールド、ファズ、コンプレッサー、わあ、いい機器ですね。でリミッターで、さらにですね、シンセエンジンも入っているのでオシレーターも入ってます。まず OSC サスティーン、それから OSC ドロップ、ワーンってピッチが下がる音、それから OSC ウォブル、でこういうエフェクトをですね、ここに4つ FX1 から4まであるが、4つ同時に立ち上げることができる。ディレイとリバーブを組み合わせたり、ハイパスがかかりつつディレイも増えていくようにしたり、ルーパーとデシメーターを使ってビットレートが落ちた音をループさせるとか、アイデア次第でいろいろなことができます。で、さらに4つのエフェクトのつなぎ方、4つのエフェクトのつなぎ方はシリアル、セルパラ、パラセル、1パラ 2x2 3-2-1というものが用意されている。で、さらに NTS3 はオープンソースの Log SDK に対応しているので、地球上のどこかに住む誰かがプログラミングした新たなエフェクトをこれにダウンロードして突っ込んで使うってこともできます。こんな小さいのにやれることがすごく多い。多すぎるくらい多い。レビューするのが大変。入出力を見ていきます。3.5mm のステレオインアウト、それからシンクのインアウト、後で言うけどこのシンクのインアウトは TRS MIDI の入出力にもできます。そして電源及び PC との接続用の USB-C 電源ボタンとなっています。さらにですね、こっち側にはボリュームのノブもあって、ここにはスピーカーの穴が開いてます。僕も買ってから気づいたんですけれども、これスピーカーから音出せます。多分これを使うときはマスターアウトの手前につなぐと思うんですけれども、なぜかメインスピーカーから音が出ないってライブの時に困ったりしたら、あ、そういえばこれスピーカーついてるなってことで、ここボーンと抜いて、ここまでまず音が来てるかどうか確認する。で、ここまで音が来てたら、あ、音がメインスピーカーから出ないのは PA 側の問題なんだなっていうふうにすぐわかるんで、そういう状況で意外とこのちょっとしたスピーカーがついてるっていうのは便利な気がします。組み立て時に注意すること。組み立ては簡単です。コルグさんが組み立て動画をアップロードしてくれているので、その通りやれば大丈夫だと思うんですが、ただもしこれをMIDI入出力に対応させて、こういうのと同期を取ったり、あるいは CC の送受信したいという方は、組み立てる前に基板のジャンパーを2つ隣にずらして組み立ててください。組み立てる時の基板にこういう3つの棒がですね、シンクの端子にこう立ってて、こうなってるからかぶさるやつが。それをこうしてください。こうなってたのをこうする。入出力、合わせて2つ。これをこうする。これをこうする。という風にすると、MIDI の入出力ができるようになります。これを使う方のほとんどはシンクより MIDI の方が使いやすいという方だと思うので、忘れず実行してください。どういうわけか、コルグのマニュアルにはこれに関する記載がなく、先ほどの組み立て動画でも触れられていません。あくまで裏技ということなのか、保証に関わる部分なのか、製品同士でカニバっちゃうのを防ぎたいのか、どういう意図なのかはわかりません。
操作方法を簡単に解説します。左上にパフォームというボタンがある。これの意味が一瞬わからないけれども、要はこれがホームボタンです。例えばエディットに入ってて、こんなことやってて、なんやかんややってて、ってなって、最初のとこ戻りたいってなったら、ここを押せば最初の画面に戻ります。で、ここにはミュートボタンがあります。触ると、入力された音がミュートされますと。で、例えばなんだけど、ディレイ。こういうエフェクトを立ち上げてるときに、今ディレイかけてます。ミュートいきますと。ディレイ音はミュートされずに残ります。こういうこともできます。で、このテンポはタップテンポか、押しながら FX デプスをこうやってなぞると BPM の設定ができますけども、今はこれの MIDI アウトから、MIDI イン、シンクインだけど表示は MIDI インにつないでいるので、勝手に同期を取ってくれている状態です。重要な操作は3つです。まずホールド。指でなぞると今リバーブがかかる状態になってます。で、これ指離すとリバーブ消えちゃうんだけど、離してもリバーブが残るようにしたいっていう時は、こうやって触ってる状態でここを押します。ホールドって表示されてる。リバーブがそのまま残ってる。解除するときは、押してタイミングよく離す。離すタイミングでリバーブが解除されます。ね。続いてフリーズ。フリーズはちょっと似てるんだけど、今エフェクト全体をホールドしたじゃないですか。今度は4つある内蔵されているエフェクトそれぞれで、フリーズ、ホールドができる。FX1 に今バンドパスフィルターで FX3 にスペースリバーブがかかっている。じゃあリバーブだけ、バンドパスフィルターだけ離しても残るようにします。ここ触ってる時にここを押す。リバーブは消えたけどフィルターが残ってます。で、戻るときは同じです。タイミングよく離す。これがフリーズ機能。3つ目、オンオフ。これは簡単です。オンオフしたいエフェクトの番号を選んで、例えばバンドパスフィルターになってます。これを押し込みます。こっち。これでバンドパスフィルターオフになったので、リバーブはかかるけどフィルターかからなくなりました。もう一回ここを押すとバンドパスフィルターが入ってオンになるので、リバーブとフィルターが両方入るようになった。またこのリバーブでポチってやってオフにすると、フィルターだけ触ることができると。続いてエフェクトのエディットです。ここにあるボタンを押して何やらいろいろやるとですね、エフェクトいろいろ変えられます。変えられるんですが、はっきり言います。エディットはパソコンでやりましょう。コルグコントロールエディターというソフトが用意されているので、そっちで設定はやった方が早いです。コルグ NTS3 のいいところ、まずリミッターがいい。リミッターがですね、すごくね、ちょうどいい効きをします。さっきも言った通り、多分ライブとかでこれ使う方は一番最高段、マスターアウトの手前にこれをつないで気が向いた時に触ってエフェクトかけるっていう風に使うと、最終のマスターアウトの曲のレベル感の調整のためだけにこれのリミッター使ってもいいんじゃないかな。意外とこういう大きさのリミッター、あるいはこういうモジュラーシンセのマスターのリミッターってあんまりいいのなかったりするんで、あっても僕もそうだけどアナログでちょっと聞きがいなたい感じだったりするんだけど、こういうデジタルのきちっとしたリミッターってあんまりなかったりするんで結構便利かなと思います。2つ目のいいところはルーパーですね。ガガガガガガガっていうのがディレイとこれルーパー入ってるんだけど、ミディでシンクしてるとすごくいい感じでダッダッダラダダラダダダダダダダとかなんかそんなリズムをつば飛んじった作れるんで、結構私好きですね。あんまりやりすぎるとかっこ悪いけど、たまに一瞬15分に一遍ぐらいやるんだったらかっこいいかなっていう感じ。3つ目のいいなと思ったエフェクトがバイナルブレイク。ここを触るとレコードが止まる感じで、こういう感じで。こういう感じでヒュンってなるんだけど、これをこうやってこするとですね、なんちゃってスクラッチができます。こ
この動画が面白いと思われた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画がつまらないと思われた方は、今はあんまり魅力に感じるエフェクトが少ないと思ったかもしれないけれども、今後世界のいろんな方がこれで使えるエフェクトを開発してどんどん出てくると思うので、これから面白くなってくると思います。在庫があんまないのかな。在庫入ったら買っといていいと思います。そこまで高いものじゃないし、あったら便利っていうエフェクターです。私は聞き漏らさなかった。そこまで高いものではないし、22,000円もする機材が高いものではないとは、私の夫は一体どういう金銭感覚をしているのか。驚きと怒りで私は鼓動が速くなるのを感じた。A、どういうつもりなの？私は怒りに身を任せ部屋に押し入った。B、冷静になって考えてみることにした。夫が最近買ったものは、まずローランドのディレイ、確か石橋楽器で1万円だったはずだ。部屋の音響調整用にバカに大きな板やスポンジを買っていた。これが7,000円。さらに IKEA で本棚も買った。15,000円。本人は見た目は気に入っていると言っていたが、大枚はたいて買ったのに音響が改善しなかったことの痩せ我慢に違いない。これで満足したかと思いきや、この動画で紹介したエフェクターを22,000円でためらいなく購入。最後に突然のサブウーファー11万円。桁が増えている。合計すると17万円。17万円？ふざけるな。ボーナスが入るからと気が大きくなっているのだろうか。加えて夫はドルビーアトモス環境を構築するため、さらにスピーカーを買うつもりのようだ。夫の金銭感覚は完全にバグっているのだ。もう夫はダメだ。ダメだから適切に処理しないといけない。残念だが仕方ない。夫は入っていただろうか。いや、確かひろゆきだかホリエモンだかが保険に入るなら貯金しろと言っていたことを真に受けて、保険には入っていなかったはずだ。しかし私が突然、ねえあなた、生命保険に入らない？と言ったところで、夫は取り合ってくれないだろう。大層警戒心が強く疑り深い人だから、私の考えていることに気づかれてしまうかもしれない。違和感なく保険会社のパンフレットか何かを見せることができればよいのだが。次回は永久保存版、夫を生命保険に加入させる方法をお送りします。